おうちのミシンでとっても簡単に作れるリバーシブルワイドパンツの作り方です。表面も裏面もどちらの面でも使えるマフォンのリバーシブルジャガードニット生地だからこそできるパンツ。その名の通り、裏返せば裏側にも縫い代が出ず、どちらの面でも履けるリバーシブルパンツです。縫い代が出ないのは折り伏せ縫いで仕上げているから。この動画では折り伏せ縫いについても詳しく説明しています。型紙はマフォンのブログで無料でダウンロードできます。概要欄にリンクがあります。1メートルの生地を半分に切って型紙を合わせてカット。裁断した生地の股下、股紙を縫い、ベルトを縫い付ければあっという間に素敵なリバーシブルパンツが出来上がります。パンツの前後はないパターンですが、体のカーブに生地がすっきりとフィットし、綺麗なラインのパンツになります。裾は生地端そのままの切りっぱなし仕上げです。マフォンのニットはほつれにくいので、切りっぱなしをデザインとして楽しんでも大丈夫です。リバーシブルで表と裏どちらの色も楽しめて、ラインも綺麗な万能パンツ。綿 100% でサラサラの肌触りなのでオールシーズンお楽しみいただけます。1着で2通りの着こなしが楽しめます。トップスの色に合わせてパンツの色を変えるのもおすすめです。一つ作ったらきっとまたもう一つ作りたくなるはずです。動画を見ながら一緒に作ってみましょう。 Let's start sewing。 用意するものはマフォンのリバーシブルジャガードニット生地、長さ1メートル、2.5 センチ幅平ゴム、お好みの長さプラス縫い代2センチ、家庭用ミシン、ニット生地用ミシン糸、ニット生地用ミシン針、ソーイングクリップ、アイロンです。マフォンの生地は生地幅たっぷり150センチあります。今回のパンツは端から端まで無駄なく生地を使っていきます。生地端にある小さな穴はスチームアイロンや洗濯で消えるので、そのまま使って大丈夫です。 2.5 センチ幅平ゴムはお好きな長さに縫い代分2センチを加えた長さをご用意ください。今回は M サイズ用で62センチを用意しました。マフォンのニット生地は縫いやすいので、お家にあるミシンで簡単に縫うことができます。押さえ調節機能があるミシンの場合、押さえをできるだけ軽くすると縫いやすくなります。ミシン糸は必ずレジロンなどニット生地用をご用意ください。通常の不白生地用の糸では生地の伸縮に対応せず糸切れしてしまいます。今回はリバーシブルのパンツなので、下糸のみ2色を用意して使い分けると出来上がりが綺麗です。ミシン針もニット生地用がおすすめです。針先が丸く生地を傷めない作りになっています。折り伏せ縫いい方。リバーシブルで着られるように股下股上は折り伏せ縫いで縫います。どちらの面にも縫い代が出ず丈夫に縫える縫い方です。この機会にぜひマスターしてみてください。2枚の生地を中表に合わせて、端から 1.5 から2センチのところを縫います。今回はすべて 1.5 センチで縫います。2センチの方が後の縫い代をくるむ工程がやりやすく、初心者さん向けです。どの場所でも縫い始めと縫い終わりは必ず返し縫いをしてください。ミシン糸は上糸白、下糸白です。上側の縫い代を半分の長さに切ります。アイロンをかけてからカットしていない長い方の縫い代でカットした短い方の縫い代をくるむようにしてアイロンをかけ、形を整えます。くるんだ部分の端を直線で縫います。
ミシン糸は上糸白、下糸黒にします。ミシン糸も使い分けるとリバーシブルの両面きれいに仕上がります。しっかり返し縫いしてからくるんだ部分の生地端を縫っていきます。どちらの面にも縫い代が出ない折り伏せ縫いで縫えました。1、裁断します。長さ1メートルのマフォンのリバーシブルジャガードニット生地と型紙を用意します。型紙はマフォンのホームページ内にあるブログから無料でダウンロードできます。概要欄にリンクがあります。ファイルをダウンロードして A4 サイズでプリントアウトしてください。指示に従ってカットし、5枚を貼り合わせて1枚の型紙にします。裁断の前に生地方向を確認しましょう。ニット生地は縦と横で伸縮率が違います。生地の耳と平行な縦は伸びにくく、横は伸びやすいです。生地の耳と平行で伸びにくい縦の方が生地方向となります。ニットソーイングの裁断で大切なポイントになりますので必ず確認してください。今回使う長さ1メートルの生地ではこちらが生地方向となります。最初にベルト部分を裁断します。6センチの幅でまっすぐカットしてください。幅6センチのベルト部分が裁断できました。残りの生地を半分に折ります。折り山に沿って2枚に裁断します。裁断した2枚をさらに縦半分に折ります。先ほど作っておいた型紙を生地の上に置きます。生地によっては輪の側の生地が余るかもしれませんが、余った状態で大丈夫です。型紙の右端を生地端から 0.5 から1センチずらした位置に合わせて型紙を置いてください。型紙がずれないように重しを置きます。重しに使っているのはテトラウェイトです。こちらも作り方はマフォンのブログにあります。概要欄にリンクがあります。裁断していきます。裁断時には注意ポイントがあります。もともとこちらの型紙はワイドパンツとして作ったリバーシブル仕様ではない型紙です。縫い代1センチを含んでいます。マフォンのブログで作り方をご紹介しています。リバーシブルにする必要がない場合はこちらの作り方がより簡単でおすすめです。今回は同じ型紙を使いますが、折り伏せ縫いでリバーシブル仕様にするため型紙ギリギリではなく 0.5 から1センチずらした位置を裁断します。初心者の方は1センチの方が後の工程がやりやすくおすすめです。今回は 0.5 センチずらした位置をカットしていきます。裁断できました。本体2枚を広げるとこんな形になっています。これで裁断は終わりです。2、股下を縫います。股下を縫います。赤線部分が重なるように半分に折り、クリップで留めて赤線部分を折り伏せ縫いで縫います。縫い代 1.5 センチで直線で縫います。ミシン糸は上糸白、下糸白です。上側の縫い代のみ半分の幅にカットします。カットしていない長い方の縫い代でカットした短い縫い代をくるむようにしてアイロンをかけます。下糸を黒に変え、くるんだ部分の端を縫います。
片方の股下が縫えました。もう片方の股下も同じように折り伏せ縫いで仕上げてください。3、股上を縫います。片方の本体を表に返し、もう一方の本体の内側に入れ込んで股上を合わせます。クリップで留めます。赤線部分を折り伏せ縫いで縫います。股下の縫い代が重なる部分は互い違いになるようにすると仕上がりがすっきりします。縫い代 1.5 センチで縫います。ミシン糸は上糸白、下糸白です。上側の縫い代を半分の幅にカットします。カットしていない長い方の縫い代でカットした短い縫い代をくるみ、アイロンをかけます。くるんだ部分の生地端を縫います。ミシン糸は上糸白、下糸黒です。股上が縫えました。4、ベルトをつけます。ベルトを本体のウエスト部分の上に置きます。ベルトの脇の縫い代分、上側と下側それぞれ1センチずつを取りカットします。ベルトの下側をアイロンで1センチ折ります。半分に折って脇を縫い代1センチで縫います。見えなくなる部分なのでミシン糸は先ほどセットした上糸白、下糸黒のままで大丈夫です。縫い代をアイロンで割ります。本体のウエスト部分にベルトをかぶせ、生地端を合わせてクリップで留めます。縫い代1センチでぐるりと1周縫います。ここもミシン糸は先ほどと同じ上糸白、下糸黒のままで大丈夫です。最後は最初の縫い目に重ねるようにして返し縫いして縫い終わります。縫い代をアイロンで割ってからベルトを折り、先ほど折っておいた1センチの折り目に沿ってベルト端を内側に折り込み、アイロンで形を整えます。5、ゴムを入れて縫います。2.5 センチ幅ゴムの両端を1センチ重ねて縫い、輪の状態にします。本体とベルトの間に輪にしたゴムを挟み、ベルトの生地端を内側に折ってぐるりと一周縫います。ミシン糸は上糸白、下糸黒です。ゴムを縫い込まないよう注意して縫っていってください。
最後は縫い始めの縫い目に重なるようにして返し縫いして縫い終わります。リバーシブルパンツ完成です。裏側にも縫い代が出ないので、全く違うイメージのパンツとしても楽しめます。裾は切りっぱなしの仕上げです。マフォンの生地はほつれにくいので、そのままでも大丈夫です。お洗濯の時は必ず洗濯ネットをご使用ください。生地端から糸くずが出てきた時は、ハサミでカットすれば大丈夫です。綿 100% でサラサラの肌触りのマフォン生地で作るから、オールシーズン楽しめるパンツになります。何より一つのパンツで2通りの色使いが楽しめるパンツになるのはリバーシブル仕上げならでは。ぜひおうちのミシンで楽しみながら素敵な作品を仕上げてくださいね。作った作品を SNS にアップするときは、マフォンレシピ作りましたのタグをつけていただけると嬉しいです。Happy Sewing with マフォン。